はい、どうも、アメリカでパイロットやっている秀樹です。以前から動画上げているんですけども、現在は、機長昇格訓練真っ最中でございます。今日からですね、シミュレーターの、最終段階の訓練に入ります。それは、ロフトと言いましてですね、実際のフライトを模擬して、ポイント A からポイント B にフライトをゼロから行うものとなってます。その中でいろいろとイレギュラーなことが起きて、対処するような感じになってますね。では、今回も頑張っていきたいと思います。はい、ただいま終わりました。本日の内容としては、デトロイトからトロントのフライトで、天気はめっちゃいい天気でしたね。地上で問題が発生しまして、ステアリングがダメになりまして、その対処をして、離陸してクライム中に、今度はまた別のエビオニクスドアって言って、飛行機の扉の一つが開いてるメッセージが出まして、で、またチェックリストをやってですね、何かが消して、で、そのメッセージとかいろいろ対応してると、もう空港に近づいてきちゃったんで、ディレイベクターってちょっとね、時間を作ってですね、空港に侵入したら今度、VIP が後ろから来てるからゴーアラウンドしてくれって言って、もうその時点でフュールがちょっと少ないなと思ってたんですよ。で、ゴーアラウンドして、やり直すために一回、遠くまで行けないといけなかったんですよね。いや、こんな遠くまで行ってたら多分フュールないわってなって、もうすぐ緊急事態を宣言して、空港近くに入れるように申請しました。で、チェックリストをやって帰ってきたって感じですね。はい。いろいろ考えることが多いです。普段のフライトでも考えてるんですけども、それが自分の責任になるので、この出来事から悪いことにさらに発展するのかどうかを、なんていうんですかね、先読みじゃないですけど、して、プランして、で、必要に応じて、そのリスクを下げるように、運行していくっていう感じですね。とりあえずお腹が空いたんで、もう、いつものおなじみの、ベトナム料理に来ました。今日はちょっとフォーの気分なんでフォーを食べたいと思います。フォーに神戸ビーフがある。いやー、多分スペシャルかな。シーフードスペシャルにしたいと思います。いただきます。このフォーはうまい。いろいろ海鮮なんで、エビとなんかつくねっぽいのとカニカマとか入ってます。なんかここのフォーあれっすわ、あっさりしてますね。なんか油っぽくない、なんか独特な味とかなくて、いい感じの海鮮の出汁が効いてる。これは健康的に一緒。もやしとこの葉っぱとハラペーニョとか入れるタイプです。味飽きてきたら他のタレ入れて味変できるんで。ただいま帰ってきました。美味しかったです。ではまた皆さん明日お会いしましょう。おやすみなさい。今日はですね、ちょっと休みなので、シミュレーターのバディとデンバーのダウンタウンまで行ってですね、ちょっと観光したいと思います。今ですね、ダウンタウンの中心まで来てなんですけども、目の前にユニオンステーションというところがありまして、そちらに向かいたいと思います。すごく街並みが綺麗ですね。デンバーには何回も来たことあるんですけど、デンバーを観光したことがほぼなかったです。いつもなんか通過してデンバーの山とか国立公園とか行ったことあるんですけど、どうやら
駅は2014年に作られたみたいですね。古着屋さんですね。古着屋さんやけどバーもあるっていう。Interesting。Where's the German sausage? Wow. Yeah. It's alright. What are you guys? A little bit. It's just right. There we go. 2日目ですね。今から向かってまた2時間ブリーフィングして4時間のフライト行ってきます。では。はい、ただいま終わりました。今回はラスベガスからソルトレイクシティまで、それね、冬場の想定だったので、着氷、氷とか雪とかつかないように、飛行機の翼の前側とエンジンの前側に銀色の部分、そこがまあこう、熱い空気によって温められて、まあつかないようになるんですよね。いつつけるかつけないか決まってるんで、それでちゃんとして、で、まあラスベガスから出てってですね、まあ何個かメッセージ出てきまして、燃料関係のパンプが一つちょっとダメになってますよみたいなメッセージが出てきて、まあ、ちょうど忙しい時だったんですけども、副操縦士に自分のコントロールを渡して、自分がそのチェックリストですね、QRH というものがあるんですけど、Quick Reference Handbook という、その出てきたメッセージを探して、で結構短かったですね。本当に2、3個しかなかったんですけど、終わりまして、また自分が操縦桿を持って、また上昇中に、また次のピーンと、またメッセージが出てきまして、今度は飛行機のこのディスプレイがあると思うんですけど、そのクーリング作用ができてませんよと。本来はファンが回ってるんですけども、メインのファンがダメになったので、で、クーリング作用がなくなると、そのディスプレイたちってすぐめちゃくちゃ熱くなるんですよ。で、その、またね、操縦桿を副操縦士に渡して、他にもいろいろ手順があるんですけど、渡して、自分が今度またそのディスプレイクーリングのチェックリストをして、別のファンに回したら消えましたっていう感じでしたね。そうですね。で、目的地に近づいてきたら、滑走路が南から降りるのが北側に降りるってなったので、空港に侵入していく時のアライバルっていうんですけど、それが変わりまして、いろんなアライバルがあるんですよ。その忙しい空港ってね、東西南北、360度、どこからもみんな来るんで、その方角によってアライバルっていうものがありまして、そのアライバルに乗って、そのアライバルを飛んでいけば、こう飛行機が綺麗にね、みんな整列して空港に入っていくんですよ。で、それが北側になったので、このボックスですね、FMS、コンピューターアップデートして、滑走路もそれで分かって、で、それでブリーフィングして降りてって、で、その途中でですね、ソルトレイクシティがちょっと混んでるから、ホールディング、上空で待機してくださいというふうになりまして、筋通りにホールディングを作って、この陸上競技のリエストラックにような形してるんですけども、それでくるくる回りながら、燃料節約したいからスピードを減速して、で、そのホールディングするときの速度とかもありまして、それして、何分ホールディングできるかみたいな、で、計算したら15分ぐらいしかホールディングということになりまして、で、空港に向かっていって、ソルトレイクシティも寒かったので、で、かつ雲も覆われていたので、また翼とエンジンに氷がつかないようにして、で、入ってきました。で、最後の、着陸寸前でですね、またもう一つメッセージがピーンって出てまして、今度それは AC サービスバスというものでして、交流と直流の交流側のサービスバスのメッセージが出まして、そのバスがダメになったと。でも、
サービスバスってなって、自分も。サービスバスって多分コーヒーポットとか、お客さんの頭上にあるライトとかが、多分そのサービスバスなので、いや、そんなどうでもええわと思って、コンティニューという感じで、そのままコンティニューして、着陸した瞬間に、後ろのトイレから煙が発生しているというメッセージがピーンって出まして、すぐにスモーク、煙のメッセージが出たから滑走路上に止まるというふうに管制官にそう伝えて自分は止まってですね、手順がありまして、フライトタンダと話して、情報をゲットして、特に問題がないということなので、緊急脱出はせずにそのまま滑走路を降りて、で、終わったって感じですね。昨日に比べたらうまくいったと思います。完璧ではないので、少しちっちゃいミスとかはあったので、それを直して、明日に備えたいと思います。今日はお風呂入って、また、バディと明日の練習をして、飛行計画書とか空港の情報とか天気とかある程度は分かるので、それでね、どんなシナリオが来ても大丈夫のように準備したいと思います。特に燃料ですね。燃料は常にないとパイロットたちは、安心するんですよね。で、車やったらね、ガスなくなったわーと思って止まればいいですけども、どっかでガソリン取ってきて入れればいいですけど、飛行機はそうにはいかないので、なくなってしまったらあとはもうグライダーのように降りていくしかないので、そこに行かないように、もう早めに先を見てプランを立っていくというような感じですね。では、また明日お会いしましょう。おはようございますじゃなくて、こんばんはでございます。なぜかというと、朝撮るのを忘れてました。で、今、訓練が終わって帰ってきました。今回どこでしょう。サンフランシスコからポートランドまでのフライトだったんですよ。いつも通りの滑走路ワンライトに向かってタクシングしてまして、いくら慣れてるとはいえ、しかも夜で視界がちょっと悪かったんで、やはり難しいですね、本当に。気を抜けなかったです。合ってるな、自分この誘導路にいるな、そこに次の誘導路があるなとか、ここじゃなくて次で曲がらなあかんなとか、初めて来る人にとっては多分もっと難しいやろうなというのを思いながら地上滑走してきまして、で上空上がっていって雲から出たら前にでっかい、積乱雲がありまして、左に避けるというふうにしてパッセンジャーにも、フライトタンデでもすぐ連絡して抜けまして、今8000フィートまで行ったらメッセージが出てきまして、ティーンと右側のエンジンの発電機は故障してますよというメッセージが出てきまして、でそれに対して対応したらメッセージが消えまして、そのまま続けていってですね、一応プランニングの段階でですね、もうフュールはそんなにないと。ポートランド行って、でシアトルが近くにあるんですけど、18分ぐらいのところに、もうシナリオ的にもしかしたらシアトルも無理な可能性はあるかなと思って、バディと昨日の夜からシアトルが無理だったら近くに次の大港空港はもうユージーンというもう一つの空港しかないと。ここが燃料的にも行けるところで、どれぐらいのフュールがエクストラであるかで計算して、700パウンド、800パウンドぐらいだったんで、今の段階だったんで、もし目的地に近づいていけばいくほど違うところに飛ばされたりとかすると燃料が足らなくなるんで、もしかしたらもうゴーアラウンドするってなったらシアトルにすぐダイバージョンしないといけないかなというふうに想定は立ててたんですよ。で、実際にウェザー来まして、ランウェイ 2A ライトで確か1サーチューマイルでシーリング600フィート、雪が降ってる状態でしたね。滑走路も雪が積もってる状態で、アプローチがですね、2A ライトは ILS がなくて、縦と横を教えてくれるガイダンスがなくて横だけだったんですよ。しかもメザーは悪い、しかも雪が悪い。これはもしかしたらゴーランドの予想もあるなと思って、もうゴーランド準備満タンで年齢も確認してシアトルまで行く準備もあるって。シアトルが無理だったら、ユージンの方に行くって、ユージンがちょうど100マイル離れてたんで、だいたい燃料はシアトルと同じぐらいだったんで、ざっくり計算した感じだと。なのでシアトルメタもユージンって、それを話して実際にポートランドに入ってきました。で、ポートランドに入ってって、で、ギリギリに滑走路見えまして、で、降りて、もう雪が降ってたんで、ちゃんとこうね、ファームに、スムーズじゃなくてもちゃんとドンとつけて、スラスレバー使ってブレーキも徐々に踏んでいきながら、めちゃくちゃ減速しゆっくり滑走を降りてきました。それでも若干滑ってましたね、チュチュチュって。はい。で、目的について終わったって感じですね。テストがあさってですね。はい。なので今日はもうゆっくりしてご飯食べて、多分みんなでまた下でちょっと軽く飲んで、で、明日一日使って、オーラルの口頭試験の準備とフライトの準備を、していきますね。では皆さん、テストの日までまた。
本日が試験ですね。いわゆるチェックライトというものになります。今から言ってですね、ライセンスのこの、そうですね、ペーパーワークっていうんですか、ちゃんと情報が正しいかとか、時間が合ってるかどうかとか、そういうのをやって、で、その後から口頭試験になります。はい。で、口頭試験も、聞いた話によると結構短いみたいなので、早い人は15分、長い人は30分。そこから、シミュレーターですね。4時間。これはちゃんと、ポイント A からポイント B、B から A っていう風になるので、しっかり4時間、シミュレーターの中でフライトをしていきます。では、頑張っていきたいと思います。ただいま帰ってきました。無事にテストが終わりました。合格することができましたね。12時に行ったらもう今回のエグザミナー試験官してくれる会社のパイロットの方がいまして、やるかってことで部屋に行きまして、オーラル入るよってなってオーラル入りました。でそこからクエスチョン始まりまして、もうほんとシンプルな質問だけでしたね。もう20分で終わりました。もうこれだけみたいな感じになって、もうこれで終わりみたいな。もう本当ベーシックの内容でしたね。時間になったシミュレーターの方に行きましたら、今日の副操縦士役をやってくれる、女性のパイロットの方が、いまして、こういう風にですね、テストとか、副操縦士役をやってくれる、FO だったり、キャプテンとかいるんですよ。これ自分もできるんですけども、家近い人とかやったら、休みの日とかに時間があったら、代わりの役をやって、稼ぐこともできるんですけども、その方がいまして、で、その人を一応手順の確認のインストラクターもやってる人なんで、もう彼女曰くこのフライトもうめちゃくちゃやってるから、もう目つぶっても全ての内容を覚えてるみたいな感じで、はい。じゃあもうこの子全部知ってんなっていう感じで、その代わりの役をやる人は最低限のヘルプはするけど、ヘルプしすぎることはできないんですよ。一応テストなんでね。自分のフライトで確か上昇してる最中にインボーブレードプレス、ブレーキのプレッシャー、なかったんです。それでね、その手順をやって、チェックリストをやって、滑走路の必要な距離が伸びたんですけども、LAX は長い滑走路があるんで、もう 7X のままコンティニューして、空港に侵入していくときにですね、ポイントがあるんですよ。そのポイントにコードが入って、このコードとこのコードの間に飛んでとか、このコードより上に飛んでとか、下飛んでとかあるんですけども、で、自分は準備の段階で、結構距離あるから、大丈夫かなと思ってたんです。だから、すぐ降下しなくても、燃料節約のためにちょっと上空に行こうかなと思ってたんですが、まだブリーフィングをしてる最中だったんです。それにディストラクションされてっていうのもあって、で、彼女がいつディセンドすんのみたいな感じで言ってくれて、OK、多分そうやな、今ディセンドした方がいいなと思って自分も。それでもうディセンド開始して、もうパワー切ってガーッと降りてって、なんとか間に合いましたね。彼女のその一言が助かりました。で、そこからは、スムーズに降りてって着陸して、ゲートに着いたって感じですかね。で、ちょっと10分ぐらい休憩して、2つ目のレグは彼女が操縦して自分が監視役としてできます。で、彼女はもう何回もやってるんで、自分もそれは分かった上で、一応でもちゃんと見とかないといけないので、パイロットに大事なんですけど、お互いがシェアメントモデルって言うんですけど、情報をね、シェアしないと、やっぱり、いつ降下開始して、いつフラップを出してとか、いつ減速してとか、それをやっぱシェアするのが大事なんで、それすることで、この人はこれをこうしようとするんだなっていうのは、他の人にも分かるし、何も話さなかったら、この人大丈夫なの分かってんのかなとか、次、スピード減速しながら大丈夫なのかなとか、いろいろあるんですよ。でも、彼女は全部それしてくれるんで、自分は、オッケーみたいな感じで、そのまま入っていきましたね。だから、2つ目のレグは結構楽でしたね、個人的には。もうただ、自分はいつも通りに監視して降りてたって感じですかね。はい。そんな感じですかね。で、もう終わってですね、いつもだったら仮免みたいな、このテンポラリーのライセンスが紙でプリントしてサインして渡されるんですけども、自分の場合も持ってたんで、もう何もなかったらこれで解散みたいな感じだったんで、こんな感じみたいな感じで、で、最後に写真だけ撮って終わったという感じですね。はい。で、先ほどちょっとバディと自分のシムバディにあったことを全部話して、彼が明日受けるんで、情報だけ彼に渡して、で、自分は今から帰りたいと思います。サンフランシスコに。いかがだったでしょうか。次は実機訓練となります。またその動画はまた上げようと思います。では皆さん、本日は動画以上となります。動画が良ければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画で会いましょう。See you!